本動画はディズニー限定配信中の、シークレット、インベージョンの内容に容易に触れるネタバレ動画になります。本編をご鑑賞後にご覧いただくことを強く推奨いたします。なんか、大変なことになってるな。なんかすごい超人が生まれてしまった。なんかハンマー持ちの人が大暴れするからぶっ飛ばしていい感じに落ち着くんじゃね。スーパースクラル人状態が何でもありすぎて笑う。スーパースクラルがあまりにも強すぎてこれが次元的な力じゃないのは今後大丈夫なのかな。感はある。誰にでも変身できるスクラルがハルクの怪力とキャプマーのパワーとその他アベンジャーズのパワー全部持ってるだけだが。M、O、R、D、O、K、アベンジャーズの DNA。まさか俺の DNA も。透明になる能力ってファンタスティック4のインビジブルーマンか？そうか、透明になるといえばインビンジブルーマンか。なるほどなぁ。こりゃびっくりだわ。てっきりゴーストの能力だと思ってた。わーははは。性格悪すぎて草。多分ゴーストでは？ああそうかゴーストがいたな。だとしたら透明じゃなくて透過能力か。収穫に保存されていた DNA キャプテンアメリカ、コーバス、サノス、アウトライダー、プロキシマ、キャロル、アボミネーション、マンキス、カルオブシディアン、ドラックス、コーグ、エボニー、フロストビースト、ハルク、チタウリ、バルキリー、ソウ、ガモーラ、フローラコロッサス、バッキーこのパワー全部あるってマジ？最強やん。難点はなんか全体的に挙動がうぞうぞしてることだけだから。スーパースクラルハマー燃費やセンスの問題とかはありそう。やっぱマンキスの能力ずるだろ。マウの DNA でスーパー術使えんのちょっと声出して笑っちゃった。マウ、マンキス、ゴーストあたりのパワーが無法すぎる。ガイアがスーパーヒーローを着地したのはナターシャの DNA の影響か。ナターシャにしては足の開きが足りなかったような。どっちかというとアイアンマンな感じだった。気持ち的にスティーブの血は取らないで欲しかったな。エージェントカーター見た後だと余計に。ワンダの遺伝は隠し持ってそうだよな。石由来のパワーまで遺伝子でどうにかなるのやばすぎる。姿形をいじれるスクラル人だからあの DNA 投入からの能力発動も使いこなせたんだろうけど、それでもあのレベルのスーパーパワーをあんな手軽に手に入れられちゃって良いの？キャロルなんかは元がキューブから得たパワーなのになんで本人の DNA からそれまで得られんの？まあキューブからパワー得られたってことはパワーごと遺伝子に組み込まれててもおかしくはないけどエボニーマウとかはいつの間にって感じだな。そもそもその DNA をどうする気で採取してたのかだし。キューブから得たっつっても体に定着してる能力なわけだし、それに合わせて DNA が変化してるとかみたいにもうまい保管できるだろ。キャロルが能力得た時血の色も変わってなかったっけ？コミックだと初代キャプテン、マーベルと同じ体に変化したって設定だったな。それ間違った記憶の方の映像だと思う。他はともかく後天性のキャロルの遺伝子でパワーアップできるのずるすぎる。あとゴースト。一度に使える能力は多くなさそうってのと、描写的に各能力は本人たちよりは弱そうってのと、コピーキャロルのビーム一発で腹に穴が開いて死ぬレベルの耐久力止まりってので万能ではあっても最強では無縁じゃないかなって感じはする。いろんな力持ってるけどここのパワーはオリジナルに到底及ばない、くらいの塩梅にしてほしいね。火力担当含めて手誰のヒーロー数人なら勝てそうな塩梅だと思う。殺さずともマンキスのパワーでドラッグスを大好きにしていればグラビクは死なずに済んだのに。スーパースクラルは映画で登場させた方が良かったんじゃね？かも入る戦闘になるはずなのにドラマだからか予算が追いついてない感が。実は予算がめちゃくちゃかかってるんだぜこのドラマ。まあ金かかったのは映像部分じゃないみたいだが、その割に視聴者数が全然で、その辺が今後ドラマ本数減らしてコストカットするあって方針に影響を与えてるんだろうけど。なんというか、正直最終バトルなのにいまいちだったな。まあ予算の問題もあるんだろうけどもうちょいうまくアクションとか描写できなかったのかな。とりあえず予算とか作ってるとこともボタボタもあるんだろうけど、最終バトルの CG の雑さが目立つな。CG は超がロンドンで問題になってるからある程度雑なのはしゃあないのかも。コラ画像対決みたいだったね。派手なラストバトルなんだから BGM くらいはかっこいいの流して欲しかった。なんかそのせいで今一つ乗れないんだよ。光のガイアはかっこよかったので楽しい。ガイアはキャロルの力得たなら、マーベルズでキャロルたちとリンクしたりして入れ替わっても良さそうだと思ったけど、今地球にいるガイアに他の能力を差し置いてまでキャロルの力を使うほどの危機が訪れることは、少なくともマーベルズの最中にはなさそうだから仮にリンクしてても気づきそうにないよな。今後のガイアの扱いめちゃくちゃ難しそう。どう考えてもヴィランポジの能力なんだよな。かっこいいスーツと名前を与えよう。強化型スクマスターだ。なんてねしょう。
スーパーヒーローもスーパーパワーもないエメンは地味だが噛み応えのある渋い作品になるかと思いきやグラビクとガイアのスーパースクラル対決はめちゃくちゃいつもの MCU 的だった。スーパーパワーを持つのはグラビクくらいにして知恵と勇気と狡猾さでヒューリーが勝つ感じにして欲しかったな。何よりヒューリーお前自分で決着つけないんかいとか色々思うところはあって最初良かっただけに残念なラストだった。ヒューリー本人ではグラビクには勝てないから、ガイアを向かわせるのは戦略的には合ってると思った。私が一人？いつ私がお前と差しでやり合うと思ってたんだ？くらいのどんでん返しが欲しかったけどガチで人望が。グラビクのやりそうなことを読み切ってヒューリーのふりしたガイアが逆転ってのもシンプルで好きだけどね。ガイアなら力を得ても悪用しないって信頼感も感じられたしガイアとソーニャのラストシーンだけがわからんかったかな。ソーニャおばさんは最後まで良かった。ローディ、偽、錦を疲れた時ちょっとがっかりしてしまった。ケーキか4か？好き。最後まで有能だったおばさん。ガイアというとんでも戦力を引き込んだのでかすぎる。変装しての潜入もできてスーパーパワーも複数持ちとかラスボスか？最後ガイアがドン引きしていた捕虜の大軍とミッションインポッシブル6おばさんの言う。敵は、あのシーンは一体何を意味しているんですかね。読解力。スクラル100万人はすでに記憶転写済みで紛れ込んでる。スクラル人の移住先が地球しかないのは5年目の時点で分かってたけど30年便利な手足として告知するね。本当にドゲドルすぎてひどい。あるいはちゃんと思想や計画を伝えて、でかい口叩いといて勝手に宇宙に逃げて音信不通になってんじゃねえってのは本当にそうだねとしか。グラビクがなんか暴走し出さなかったら完全に向こうに利があった。ふるさとをなくした移民を悪役にしてるだけに、そいつを完全な悪者として書かないように、共感できるように構成を立てる必要はあったんだと思う。おかげでヒューリーが無責任な奴になってしまった。30年間も地球の平和のために働いてくれたところ悪いけどクリーストと和解したから地球から出てってくれ。このまま地球にいたらスクラル狩りで命が危ないよ。早く出て行った方がいいよ。これを狙ってやったならさすがニックはやり手だな。最後大統領に抗議してたけど。前ならそういう立ちの悪い平和的解決を持ち込みかねない人物って感じはあったけど今回で多分アビとそうでもないかもしれないだろうなって印象に変わったよ。スクラル問題解決するどころか悪化して亀裂入ってて笑た。解決はしてないが悪化どころかある意味人生はしたんじゃない？ヒューリーが無視してたらラストの日じゃないくらいの地球人大量殺戮被害に遭ってたんやで。スクラル人と人間との関係は悪化してない？ラストでヒューリーが間に合わなかったとして起こるのは人間同士。レイロの報復戦争でしょ。スクラルによってそれが起きるんでしょ？それ最大限の悪化やん。クリーストとの和平が最良ってのもなんかモヤモヤするな。タロスや他の穏健なスクラル人はそのことに同意してたのか？難民問題のように描いたならただを繰り返して解決みたいにはしないでほしいもんだ。そりゃふるさとに戻れるのが一番嬉しいからだと思うで。セイバーでクリーとスクラルの和平交渉をやるのがザ・マーベルズなのかな。どう考えても戦争にしかならないと思うけど。マーベルズでクリーとスクラルの和平協定がロナンの後継者らしき人物エントム、ヒドルストンの奥さんにぶち壊されそう。とりあえずこのままだとヒューリーもキャロルも無責任で終わるからその辺の掘り下げはマーベルズでやりつつ和平交渉が決裂して戦いになるんだろうな。ずっと他に住める星を探してたけど話がまとまりそうになるとクリーが妨害していたとかあるかも。そしてキャロルの能力使えるようになったしマーベルズにガイア出る可能性も高いな。チェルノブイリナガスともシベリアあたりの人の住めないところに行ってスクラルの科学力でどうにかなったりしないのかな。構成や間航行できる銀河種族のアビにはなんか描写がされないし。北欧に移民都市築いて一大観光地化して世界各国に姉妹都市作りまくってるニューアズガルドとは大違いだな。宇宙人全員的って言ってもまあ仕方ない程度には異星人が害だったのはあるか。グラビクは罪もない大勢の被害者を出した時点で救いようがないんだけどそれはそれとしてヒューリーへの必死な訴えかけをしたつもりが本人に全く伝わってないのは物悲しい。一応ガイアがコピーした本音なんだろうけど、サラサラした時実はホッとしたってのがヒューリー自身の本音なのかどうか曖昧なのがひどい。ヒューリーを主軸に置いた話なのに、案の定クズってのとスクラル人大好きくらいしかわかんねえ。本人来てすらいないからマジでひどい。ヒューリーが割と無責任なのはいつものことだけど、対話すらしてもらえないグラビクがあまりにもかわいそうすぎてこっちに感情移入しそうになったわ。最初から最後までグラビクは何の魅力もないヴィランだったな。好きな人には悪いけど MCU の中でもワーストに入るくらい魅力ないかもしれん。最後まで見ても完全に土地狂ってるただのテロ屋だからあいつ、結局無意味に同胞は殺すし魔女狩りも始まってしまった責任は重い。
チューリーに背に感情ぶつけるシーンの吹き替えの担当役者さんの演技はすごく良かった。グラビク、IQ 下がるアプリもんじまった。展開がちょっとあっさりすぎたけど、解決できず大統領が移民を追い出そうとするってのはまあ現実的なオチなのかね。サプリだった恥ずかしい。スクラルの仕業直ちに攻撃しよう。オラローリー。誰が味方で誰が敵か。なんて触れ込みだったけど実際はそんな話ではなかったな。まず味方が少なすぎる。結果スクラルで敵とはいえ、本物ローディでもどこまで味方でいてくれたかって思うし、共に行動する仲間が作中時間でいつの間にか入れ替わっているとかあるかと思った。全くなかった。予想、グラビクの意思を継いだスクラルたち別のネームドスーパースクラルがリーダーは潜伏する。大統領はタロスに助けられたことも考慮してスクラルとの融和の考えも受け入れる。それはそれとしてスクラルの存在は世間にバレて疑心暗鬼一枚岩じゃないアメリカも裏でスクラル駆逐計画を立案する。チューリーはガイアやソーニャやローディア大統領に後を任せて宇宙へ颯爽と帰還する。現実、生き残ったスクラルたちがそれぞれどういうスタンスなのかいまいちはっきりしない。大統領はスクラルどころか宇宙人全員敵視してヘイトスピーチ。世界中でスクラル狩り勃発で無垢の民死にまくり、チューリーは泣き言吐いて宇宙に逃げ帰る。チューリーの奥さんの出番を全部カット。ペイモンとベトはもっと活躍させて最終的に過激派と穏健派のそれぞれトップになって対立。大統領はスクラルの存在と2つの派閥があることを世界に説明し穏健派へ支援することを公表。世界はスクラルの存在に疑心暗鬼になるけど過激なことは表立っては起こらない。ガイアは正体と能力を明かしてスクラルの地位向上のためにヒーロー活動を開始。こんな感じにリメイクしてほしいわ。確かにヒューリーの奥さんは丸々いらんな。もともと原作にもいないしな。無理して新たに生み出し物語にぶち込むほどのキャラではなかった。過激派はグラビク主導で他はおどおど従ってただけだから、隠れて穏便スタンスってわかる。あんな目にあったら当然の思考だし、今の大統領が無能という描写次の大統領があのキャラになるかもという伏線。世界中で死にまくりという描写はなく、あくまで一般市民じゃなくて今回捉えられてたそうへのスクラル疑いが義兄団の中でまだ晴れてなくて冤罪死が起こってしまったという描写に過ぎない。むしろスクラルを地球から宇宙に戻すためにクリートの和平交渉へ向かったわけだから進んで前進してる。確かに微妙すぎる作品ではあったけど少し稲の目線で捉えすぎじゃないかな。結局ドラマもヒューリーの行動も問題を先送りにするというオチになっているのはいただけないかな。それとヴィランのグラビクも結局独りよがりな小悪党に落としてしまい最終対決も盛り上がらなかった。グラビク以外の連中どこ行ったん？離脱しようとしていた以外にも過激な奴らはいただろうね。あの拠点の過激派たちは任務のたびに一人ずつやられて、もう残ってなかったんじゃない？最終回、なんか収集つかなくなる前にグラビクがまとめて処理してくれました感がすごかった。グラビクも本当に死んだのかじゃあスーパースクラルって今ガイアだけか。ユニビームみたいな心臓に風穴は無理っぽいからな。長い間原発後で眠らされてて大丈夫なのか、ローズ大佐と VIP の皆さん。捕まってた人ら被爆大丈夫なのかな。結局ローディがいつからスクラルになってたのかわからんかった。ファルコン&インターソルジャーでは歩行器具を使ってたからそれイコールだろう。というか歩行器具使ってないの誰か突っ込まないの？ナノテク治療とかでこう、なんとかしました。脇翼に出たローディは入れ替わった後だろうな。捕まってたローディの服がシビル王の時の病院でのスキャン中の服に似てるけど、下手したらあの時点で入れ替わられてた？だとしたらシビル王ラストのトニーとの肩合わせながらの今回はの掛け合いもインフィニティ王のロスへ反帰しキャプテンたちを守ってくれたのもエンドゲームのトニー総指揮もスクラルか。一人だけ相当弱って歩けないレベルだったから、相当長いこと囚われてた可能性あるな。あれってトニーお手製の補助器具なしっていう描写じゃないの？それなりに楽しんでみたけど助け出された本物地球人が放射線耐性得られたのかってくらい平気に見える演出はどうかと思う。ミュータンとかでもしたの？視聴者がずっと気になってた。いつからここに？ってセリフをわざわざ言わせたのに何もわからないとは思わなかった。こんなに意味のないセリフなかなかないぞ。正直本当にプロが書いたのか？ってくらいマジで何の役割もないセリフで草も生えない。世間の反応を見て、後からシビル号を、エンドゲーム後どちらでもいけるようにしてそうではある。曖昧にしたいならセリフなしでいいのよ。もともと曖昧なんだからこのセリフがあってもなくても情報が何も変わらないどころか視聴者に、おっそで聞きたかったんだよね。で無駄に期待させただけなのが最高に意味がわからん。とか、とか適当なうなぎ声の方がまだ意味があるし素人の自作小説じゃないんだからこんな真っ先に添削されるような物陰にもプロが書いてるなんて信じられない。
捕虜の救出時は解放された本物ローギがローマ神で大立ち回りをちょっと期待してた。実際はスーツの素の字も出なかったけどあそこで出すとテーマからずれると判断されたんだろうか。だからって要人が多数集形されてる場所に見張りや追っての一人すらいないのは正直どうなのとも思う。この大統領は失脚してこれからロス大統領になるのか。最悪が最悪になるな。事態が事態とはいえふにゃふにゃして頼りないなこの大統領。って思ってたらこれは無能。このドラマの大統領が無能なのは分かったけど次のロスってどんな人なの？簡単に言うとハルクの悪役、超タカ派の軍人で映画ではアベンジャーズが2つに割れるきっかけになった法案をしてた人。バナーさすがにロス殴ってよいぞ。そして多分次はレッドハルクになって暴走する。ロスの役者亡くなったから変わるんだよな。この流れだと、まさかサンダーボルツって、スクラルやアスガルド人を旅立つ土地区小集団になったりしない？これガーディアンズや地球で家族とより戻したスターロードや娘と暮らし始めたソータキも抹殺対象になってない？宇宙人ともハーフとはいえ地球生まれの地球人であるスターロードや今地球にいないガーディアンズ層よりもニュー。アスガルドがやばいよ。最後に魔女狩りみたいなのが始まるのが、現実の性的マイノリティや移民への攻撃の話に重なって、面白かったけど結構しんどかった。ロス大統領、ニューヨークの新市長がキングピン、CIA 長官がバルと最悪な取り合わせ。100万人のスクラル人がどうしてるかわかんないけど、作品舞台上しょうがないのかもだけど、やってることの割にアメリカ中心すぎない。アメリカの人口が約3億人。300人に1人がスクラル人。こう考えるとそんなに恐ろしくないのか？もちろん政治やら軍事の中枢にいたらやばいけど、今回の見る限りどこまで組織的にやってるかって。スクラル関係は、フロム、ホームからやっと進んだけど、コロナの影響がなかったらまた違うエピソードだったのかな。さすがに4年近くも開けないと思うんだ。アーマーウォーズに繋がるみたいな話聞いたけどローディ出てきただけでそれっぽい要素あんまりなかったな。対宇宙人の武装化の動きが激しくなってそれに伴ったゴタゴタに対応する感じじゃない？偽ローディが言ってたようにこれはあくまで予告編で、本編はここからって感じだったな。ここからアーマーウォーズやマーベルズ、ブレイブニューワールドに枝分かれして繋がっていく感じか。大統領とローディの方はそのままキャプテン。アメリカ論やアーマーウォーズに繋がりそう。賛否両論あるけど自分は楽しめたというか今後のつなぎみたいな作品マーベルズ、アーマーウォーズ、サンダーボルツもとして作ったんだったらそんなもんよねって感じ。とりあえずこっからマーベルズ、サンダーボルツ、アーマーウォーズ、キャプテンアメリカ論で解決していくのかな。マーベルズ、スクラル問題、キャップ4、大統領の処遇、アーマーウォーズ、今回のローディーの裏話って感じかな。サンダーボルツはワカンダとの話っぽいしか変わらなそう。この異種族排斥状態のアメリカにミュータント生えてくるのか。一時のスパイディぐらいしかヒーロー差別ないのにX面関連どうするんだろうなと思ってたのが、異星人排斥からミュータント排斥に繋がるのかなってのが垣間見えて面白いなと思ったね。結局タロスとヒルは死んだままってこと？まあこのドラマの空気感で実は生きてましたは合わないからいいけど、タロス本当に死んじゃったんだな。ヒルとタロス失ったの辛い。思い入れのあったキャラがいなくなるのも辛い。ここ最近の MCU はキャラが死にすぎて辛い。マリア・ヒルがガチでいなくなったのが辛い。あんな長く活躍したキャラがスクラルの浮き輪もめという大して意味のないストーリーで消えたのが辛い。キューリーの他人にあまり興味がないキャラも相まって無駄に消費された感あって辛い。皆に愛されたキャラは終わり方ももっと大事にしてくれ。タロスとソ連の愉快な夫妻が亡くなったのは辛い。しかもソ連の方は描写すら。最初から最後までずっと地味だったな。盛り上がりそうなのに盛り上がらないアントルがメインだからそうなんだろうけどさ。作品としての花がないのが本当に見続ける上でのしんどいポイント。せめてボスクレぐらいないかなと思ったけどなんもないしシークレットインベージョンっていう有名な題材使って種まきしただけなのがね。まあ、でも最初とスケジュール変わってるから仕方ないのかな。トレーラーにあったのに本編にないシーンちょこちょこあるからスケジュールとかで色々変わったのかな。普通に再撮影したから再撮影する前の素材なんじゃね？それか単にカットシーン。結局エージェント・オブ・シールド組は出なかったのか、期待してたんだけどな。これ言ってる人めっちゃ多いけど、むしろなんで出ると思ったのか。デイジー役の人が匂わせしてたからかもね。まあ今作には合わないよなシールド組は。デイジー役の人はむしろ否定してただろ。オファーが来たら喜んで受けるけど、その連絡は来てない。って。ガーフィールドも同じこと言ってたからなしょう。それ匂わせでもなんでもないモーさんが勝手に、匂わせしてる、出るのかって勘違いしてるだけじゃないの？ライナーで、
撮影してきます。利用ですかみたいな。ある意味ノーウェイホームは罪深い作品やな。指定しても信じてもらえなくなったからな。ノー、ウェイ、ホームのことがあっても普通の人はせいぜいが、否定してるけど信じないぞ。泊まりだぞ。否定したから匂わせだ。まで言ってるのはもはやノー、ウェイ、ホームとか関係ない。それが匂わせなら逆に匂わせじゃない否定はどうすりゃいいんだよ。っていうところまで考えが及ばないバカ野郎だ。熱狂的なファンが自分の願望を垂れ流していただけでしたな。てか、本国のマーベルの公式サイトのジューリーの紹介文にエージェント・オブ・シールドシーズン1が静止って記述をこの時期に入れてきたのが発端じゃね？静止って記述ドラマに出てくるってのがこじつけなんじゃない？シーハルクの時もだけど、あまりにもゲストが出る出ないばっかり言ってるのはうんざりするわ。エージェント・オブ・シールドは大好きだけど、今回の作風には合わんよ。ここで出ないともう出るところないからな。別に出なくていい。そんなことない今の MCU ならいくらでも出そうと思ってればねまあデイジーならシャンキーとチームアップしたこともあるし、今後シャンキー関連で見れるかも。最終は短くてあっさり。最後キャロルは無理でもモニカくらい来るかなと思ったが。なんかいつからかわからんけど、ゲストがあるのかどうかみたいなんばっかりになったよね。別にカメオ出演とかサプライズはいらんから話が面白けりゃいい派なので複雑。まあそういう作風にしてる制作側のやり方でもあるか。ノー、ウェイ、ホームがマルチバースをちゃんと扱った作品かつ120点くらいの共演見せつけてきたから期待するのはしゃあないガーディアンズさんみたいに単独作品だけで楽しめてサプライズなしでも気にしないくらいの作品を見たい気持ちもある。MCU ドラマの中だと個人的にはかなり微妙かな。ジューリーは自分の問題だからと自分でケリをつけたがってたけど結局根本の問題がほとんど解決してないからすげえ消化不良だわ。まあ続編に繋げるんだろうけど、だとしても面白かったとは手放しには言えないかも。実は全てジューリーの手のひらの上でヒルもタロスも生きてましたみたいな展開かと思ってた。あんだけ俺の戦いだと言いながらグラフィクと面と向かうこともなく、ヒーローなしでどう切り抜けるかというテーマで結局最後はスーパーバトルで決着。最終話で事態がさらに悪化して END はもったいないよな。実は視聴者すらヒューリーに騙されてましたまとな作品が見たかった。そうなんだよ、ニック。ヒューリーって男は腹の底が見えないで、知らないところで二の矢三の矢を用意してて味方にすら秘密にする食えないやつってイメージだから、このドラマも敗戦してるように見えて実は手のひらで踊らされてたってスカッとするような逆転劇を期待してたんだよ。なんかこう、不完全燃焼だな。次の作品に繋げるにしても一つの作品としてはきっちり終わらせてほしいわ。100万のスクラル人問題も解決せず、イラン火種投下して大統領に当てこすりしてトカゲ顔のばあさんとキスして宇宙に行くってされてももやるわ。このドラマのそもそもの目的は暴走したグラビクの計画を止めるって目的で地球に帰ってきたんだから不完全燃焼ではないと思うぞ。100万のスクラル問題も、それを解決するために宇宙に戻りクリートの和平会談に向かったんだしそもそもそれのために宇宙で活動してたからグラビク問題がニックにとってはイレギュラーなことだった。ニックがそのイラン火種投下したわけでもないし、大統領がスクラルからの仕打ちで暴走してるってだけで別に当てこすりでもないし、俺は俺で思ったこと書いてるだけなのをいちいち暗化つけて否定しなくていいよ。俺は良かったと思う、とかならまだしも個人の感想にドヤ顔で否定されても、あれで良かったと思うなら暗化つけずに勝手にコメントして。じゃあそういう意見もあるんだな程度に思えばいいんじゃないかな。暗化って意見の交差のためにもあるんだし。これがクリートスクラルの意見か。こうやって戦争が起きるんだな。光の中からニックが現れて光と共に去っていくまでは決めてたけどあとはライブ感の賜物って感じがする。ラストのあっさり感、もうちょいなんとかならんかったのかと言いたい。とりあえず今回のオチとしては、友人がどんどんいなくなるヒューリーにも個人の幸せが存在しててよかったなと。オップの音楽は好きだったな。ヒューリーも今までの SHIELD 長官、アベンジャーズ責任者としてのキャラとはお別れって感じだったな。続報があるまで判断保留って感じだな。それ以外の部分を見れば全体的に高評価。でももうちょっと話し数欲しい。